遠い国で起きている出来事がどうして私たちの食卓に影響するのか、そんなこと考えたことありますか？例えば、いつものスーパーのレジで。きっとありますよね、その感覚。気のせいじゃないんですよ。じわじわと、でも確実に私たちの家計を蝕んでいく何かがあるんです。また上がったってね。食費が、光熱費が、ガソリン代が。多くの人はその原因を近所のスーパーとか電力会社に求めるかもしれません。でも違うんです。本当の震源地はもっとずーっと遠くにあるんですよ。そう、まさに今中東で起きている地政学的な緊張が私たちの生活にダイレクトにつながってるんです。今日はその仕組みをじっくりと解かしていきましょう。また中東で何かやってるなーってそう思った方もいるかもしれません。でもね、これは決して私たちがかつてニュースで見た湾岸戦争の繰り返しじゃないんです。登場人物もゲームのルールも、そしてリスクの大きさももう根本的に違う。そしてその違いこそがこれからの日本の物価の行方を決める重要な鍵になるんです。さあ、この点を一緒に深掘りしていきましょう。まず、この解説の大前提として、日本が今どんな状況に置かれているのか、ちょっと衝撃的なデータを見ていきましょうか。この数字どう思いますか？これ単なるデータじゃないんです。日本のいわばアキレス腱、弱さそのものなんですよ。私たちは経済の血液ともいえる石油のなんと9割を中東に頼っている。これって私たちの経済、そして日々の暮らしがいかに遠い国の情勢に簡単に左右されてしまうかってことを示してるんですね。そしてその中東からの石油のまさに心臓部がここホルムズ海峡なんです。幅はたったの55キロ。これ東京から横浜までの距離よりちょっと長いくらい、ものすごく狭い海峡ですよね。この細い道を中東の原油のおよそ3分の1が毎日通ってるわけです。じゃあもしもこの細い道が封鎖されたらどうなるか。これはもう対岸の火事なんかじゃありません。私たちの生活に直接ミサイルが撃ち込まれるようなものです。試算によれば、電気代やガス代はそれぞれ月に最大で4000円も上がるかもしれない。ガソリン価格はリッター250円を超えてもおかしくないと。これが私たちの生活に与える直接的な打撃です。しかもこれって初めての脅威じゃないんですよね。私たちは歴史から学ぶ必要があります。1973年のオイルショック、覚えてますか？第4次中東戦争をきっかけに、日本ではトイレットペーパーが店頭から消えて、物価はものすごい勢いで上がりました。歴史は同じような危機がまた起こるかもしれないって教えてくれてるんです。歴史は繰り返すなんて言いますけど、もし今回繰り返すとしたら、それは前よりずっと深刻な形でやってくるかもしれません。その理由が、この湾岸戦争との構造的な違いに隠されています。このスライドが今の状況の複雑さを一発で示しています。1990年の湾岸戦争の相手はイラクでした。でも今回注目されているイランはもうあらゆる面でスケールが違うんです。まず、高度。イランは日本のなんと 4.5 倍。しかも山だらけで地形がすごく複雑です。これは軍事的に何かをしようとしても極めて難しくなるってことですね。次に人口。当時のイラクが1800万人だったのに対して、イランは9300万人。国の規模が全然違います。そして何より重要なのが核技術。イランは高いレベルで核物質の濃縮を進めていると何度も報告されてますよね。この3つの要素がゲームのルールをもう根本から変えちゃってるんです。さて、それじゃあ、この地政学的な緊張が具体的に私たちの家計にどう響いてくるのか、ここから翻訳していきましょう。ここで一つ、ものすごく大事なことをお伝えします。実際にホルムズ海峡が封鎖される必要はないんです。市場っていうのは、封鎖されるかもしれないっていう恐怖とか不安、それだけでパニックになる。原油価格はそのリスクを織り込んで一気に跳ね上がるんです。つまり、本当の行動が起きる前に、私たちの財布へのダメージはもう始まってるんですよ。過去のデータを元にした試算だと、もし最悪のシナリオが現実になった場合、日本の平均的な1世帯あたり年間の負担増は15万円にも上ると言われています。あなたの家計にいきなり15万円の穴が開く。これが
私たちが直面しているかもしれない現実なんです。だからこそ今なんです。知って備えている人と知らないまま何もしていない人の差が静かにでも確実に今この瞬間にも広がっています。これは脅しとかじゃありません。歴史が証明してきたただの事実です。じゃあ、私たちは何をすればいいのか。パニックになる必要は全くありません。必要なのは冷静な理解と具体的な計画です。備えへの第一歩はすごくシンプルです。まず、仕組みを知ること。なぜ中東の緊張が日本のスーパーの値段とつながっているのか。今日、この解説でそのつながりがだいぶ見えたはずです。次に歴史から学ぶこと。過去の危機から教訓を得ることで、次の動きをちょっとだけ先読みできる。この2つを理解したあなたは、もう行動への準備が整った状態です。過去の危機を乗り越えた人たちに共通していたのは、早めに危機を認識して小さな一手を打っていたってことなんです。全財産を動かすとか、そんな大げさな話じゃありません。情報収集の場所をちょっと変えてみる。いざという時のために証券口座を開いてみる。毎月数千円からでも金の積み立てを検討してみる。それだけであなたはもう知っていた側の人間になれるんです。今すぐスマホのメモでもいいです。こう書いてみてください。今月、資産の状況を一度確認する。たったこれだけでいいんです。行動は知ることから始まります。知識は武器です。そして今日、あなたはその武器を確かに手にしました。経済学者のケインズはこう言いました。長期的には我々は皆死んでいる。これ別に悲観的な意味じゃないんです。未来の不確実性をただ泣くんじゃなくて、今行動することの価値を説いた言葉なんですね。あなたが今日この情報に触れて何かを感じたことは決して偶然じゃない。それは未来への備えの間違いなく第一歩です。